はい、どうもこんにちは。本日はですね、こちらの AZ ワゴンなんですけども、走行距離がね、まだ4万キロなんですが、シフトのタイミングとかいいんですけども、やはりオートマチックの駆動の伝達力、こちらがですね、落ちてるんですね。それなので、本日は ATF のフルードの交換と同時にですね、ストレーナーの洗浄を行いたいと思います。4万キロ台のオートマチックがどれだけ汚れているのかとともに、ワゴン R とかね、AZ ワゴンとか、こちらの方ですと、大体10万キロ以上の車両が非常に多いんですけども、意外に皆さん、伝達力が下がっているっていうのが気づきづらいんです。しかし、私はですね、こちらの車両、もうすでにフルードの交換したりとか、ストレーナー洗浄をした車両に数十台乗っているんですけども、やはりですね、交換してからだと、シフトタイミングの違い、駆動伝達力の違い、こちらの方がですね、大きく違うんです。それなので、フルードの交換とストレーナーの洗浄をすることによって、どんなにパワーを上げていたとしても、しっかりパワーをタイヤに伝える伝達力が落ちていると、それこそパワーロスにもなりますし、燃費の低下にもつながりますので、ぜひですね、皆さんの車両も、俺は何万キロ前に交換したから必要ねえよと思いがちのあなた、意外に知らない間に伝達力落ちてます。そしてですね、交換しただけでは改善されないこともしばしばありますので、そちらのポイントもですね、交換した後のエンディングの方でお話ししたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。ということで参りましょう。レッツゴー。マーブラックノリオ TV 驚きを届けるちゃんたちの情熱どこまでもベーション。それでは早速作業に入りたいと思うんですけども、まずはジャッキアップをして車体を上げましょう。そうしましたら、車体の下に潜って、そして ATF のオイルパンを外したいと思います。外すところは、エンジンの下のこちらのオイルパンになります。現状のコンディションはですね、やはりちょっと下回りをこすってたりとかされてるみたいですね。まあ、ここら辺なんかはまだ大きなへこみとかではないので、許容圏内でしょう。これを外すにあたって、ここの10ミリのボルトをですね、ひたすら外していきます。こっちにも、こっちにもついている状態です。ひたすら外して、オイルパンがね、液体ガスケットでついておりますので、全部外した段階ではガバッと外れることはありません。ただ、その後にポタポタとフルードが垂れてきますので、こういうね、ホイパックとか、そういうのを準備しておくといいと思います。即座にね、下に置けるようにしておきましょう。こんな感じでですね、長さはすべて同じで12本のボルトが刺さってます。この12本のボルトを外すにあたって、こちらのテンションバーっていうんですかね、これが干渉して外せませんので、邪魔な場合はですね、ここ 14mm のボルトを外して、こっちの 14mm を緩めればですね、このように動かせますので、そうすればここがフリーになりますので、邪魔な場合は外してもらって結構です。そして今すべてね、ボルトの方、外し終えたんですけれども、ご覧の通り液体ガスケットでついているので、フルードが垂れるようなことはありませんでした。車種によっては垂れ始める車両もありますので、そこはね、十分気をつけてください。やはり20年ぐらい経ってますので、4万キロ台といえども、このようにね、ATF がにじみ出してきていたので、ちょうどいいタイミングで ATF のストレーナー洗浄のタイミングだったのかなと思います。それでは、こちらをですね、ATF がたっぷり入ってますので、この太いパックをですね、下に設置して、少しずつね、細長いスクレーパーのようなもので刺していってですね、スクレーパーがない人に関しては、マイナスドライバーでも結構です。ただ、オイルパンとかね、こっちのエンジン側の受け口の方をこじって削ったりとかしてしまいますと、後々のフルード漏れとかにもなってしまいますので、十分気をつけてこじってください。さあ、それでは外すんですけども、外すときはこのようなスクレーパーで外します。あんまり太いものだと ATF の内部の方が配線とか通ってますので、そちらを損傷してしまう可能性がありますので、できるだけ細いやつの方がいいと思います。
最初は横の方からいきます。こんな感じで漏れてきます。これでそろそろ支えながら開いていきましょう。今回はこぼさないでいきたいです。はい、外れました。一応見た感じですね。やはり4万キロ台でもだいぶよどんでるなというのが伺えます。おそらくシャバシャバにもなってると思いますので、結局これが油圧がかからないでね、シフトタイミングに何か生じるというよりも、マーブラの今までの経験からすると、シフトはいいんですが、パワーの伝達力、これがですね、やはり油圧の低下が伴ってくると、伝達力が落ちているように感じます。それなので、今回、低走行じゃ低走行なんですが、おそらく無交換だと思いますので、それで今回、ストレーナー洗浄に踏み切りました。そしてこちらが外した ATF の本体の方になります。ただね、フルードが滴って落ちているんですけれども、見る感じ、ご覧ください。ちょっとカメラあんまり寄せられないんですが、やはりこちらのストレーナーの部分なんかはね、異物がついてますので、やはりたかだか4万キロ台といえども、こんだけ詰まってる。逆言っちゃえば、この方のワゴン R や AZ ワゴンなんかは、10万キロ台がほとんどとなってしまいますので、まあ当然ですよね。年式が年式なので、10万キロ台超えてるのがざらにあります。そういう車両なんかが、以前にね、19万キロのワゴン R のストレーナー洗浄をしましたが、やはりその時はもっと異物が多い次第でした。それなので、これ皆さん、本当にやられた方がいいです。マジで変わります。そしてトラブルが起きてからではもう治りません。ちょっと変速タイミングがおかしいとか、駆動伝達力が落ちてるとか、正直それぐらいの変動なんですけども、やはりトラブってからだともうどうにもならないですし、最悪途中で走らなくなっちゃったっていうこともありますので、これトラブル起きる前にぜひやった方がいいです。ご自身でできない場合なんかはマーブラのところでも承っておりますが、金がないんだったら自分でやれというような感じになります。これはもうしょうがないです。どこでやっても正直それなりのコストは、ストレーナー洗浄、作業内容を見てもらえれば分かる通り、このように結構大変です。それなので、それなりの金額はかかってしまいますので、金を惜しむぐらいであるならば、マーブラみたいに自分でやった方がいいと思います。これで取り外しが終わりではなくて、もうちょっと落ち着いたらですね、ここの ATF のストレーナーなんですけども、こちらをですね、外したいと思います。これ実はグレーに見えるんですけども、触るとこうやってシルバーなんです。これもね、鉄粉がついてグレーになってしまっているので、まあ低走行距離車でもそれだけ鉄粉がつくというのがありますので、何度も言います。早めにやった方がいいです。これもう半ば ATF のストレーナー洗浄はマーブラのお家芸にもなりつつあります。ぜひ皆さんもやってください。10万キロ超えてても大丈夫です。マーブラは19万キロの交換しても壊れませんでした。そして今ではものすごく過去一ぐらいに調子のいいオートマになってます。お店とかだと10万キロ超えるとね、断られてしまいますので、マーブラのところでやるか、それからご自身でやるか、どちらでもいいと思います。もうとにかくやってください。車のことを思ってるんだったらやってください。ということで、ストレーナーを外しましょう。こちらも 10mm のボルトで外します。こんな感じでストレーナーもドボンと落ちます。お約束です。これでストレーナーも取り外して終わりました。それではこのストレーナーも見てみましょう。はい、こちらが外したストレーナーになります。やはりですね、4万キロといえどもこんだけ異物が詰まってます。4万キロ台でですよ。だいたい世間で走ってるワゴン R10 万キロ超えてる車両非常に多いので、
これが詰まってると油圧がちゃんとかからなくてパワーの伝達力が落ちるんですよ。それと同時に配管の方にどんどん詰まっていったりとかしてしまいますので、しつこいようですけども4万キロ台でこれですからね、皆さんも本気で考えた方がいいです。それではこれをまずストレーナーのね洗浄から行いたいと思います。まずはね、このパーツクリーナーでさらっと汚れを落とします。こんだけ綺麗になります。裏側も同様に綺麗にします。はい、綺麗になりました。そうしたらですね、今度はこの目の部分詰まってますので、柔らかいブラシでこうやってシャッシャッシャッと落としてあげましょう。なかなかこびりついてるんでね、根気よくやりましょう。適度にやったらまたパーツクリーナーで流します。表で落ちなかったら今度はこっちですね。ほら、ご覧ください。こんなに汚れついてますからね、皆さん。これがたかだかこれぐらいと思うんですけども、こんなのが ATF のね配管内に詰まってしまったら本当に大変なことになりますので、こういうのは除去しておきましょう。叩いた方が落ちますね。歯ブラシの毛がねワイヤーの中に入っていって押し出してくれますね。じゃあまた流しましょう。こんなものまでね詰まったりします。なんでしょうね。液体ガスケットの破片ですかね。こういうのまで詰まってます。これでストレーナーの方は綺麗になりました。目詰まりもなくなって外観もかなり綺麗になりました。こちらはね天日干しでちょっと乾燥させておきたいと思います。さあ続いてフルードです。フルードはねだいぶよどんでました。まずはこれを処分しましょう。処分しましたらここに磁石がありますので、ここに鉄粉がついてます。鉄粉かなりついてはいるんですけども、19万キロの時と比べると全然可愛げありますね。やはりまだまだ鉄粉は少ないようです。ただしこれも今回は綺麗にしたいと思います。それと同時にここのね液体ガスケットなどもワイヤーブラシで綺麗に落としていきたいと思います。こんなです。どうしても鉄粉が流れてきますので、それでこの磁石でキャッチするというような感じになってます。逆言っちゃえばこの磁石がなければこんだけの量が AT フルードやオートマの中に流れ込んでしまうというようなことになります。これで磁石も綺麗になりました。これも天日干しで乾かしておきます。さあ続いてオイルパンのガスケットをワイヤーブラシで落としていきたいと思います。こちらのオイルパンも綺麗になりました。こういうね液体ガスケットが塗られたところも綺麗に取って、それでねこれから新しい液体ガスケットを塗るんですけれども、パーツクリーナーずっと使ってると冷たくなって湿度でこうやって結露が出てしまいますので、これをねしっかりと乾燥させてから液体ガスケットを塗るようにしましょう。そしてですね、乾かしている間にこちらのエンジン側の部分、このようにですねガスケットのカスがついてますので、これもですね
全体的に取りたいと思います。最初はスクレーパーで軽く取っていきましょう。これで全体的に取れましたので、この後ですね、パーツクリーナーで洗浄しましょう。ここら辺にも剥がした液体ガスケットなどがね、ついてる可能性もありますし、残りのね、少なからずでもフルードや鉄粉などがね、ついてると思いますので、全体的に洗いたいと思います。こうやってね、軽く洗った時などに削り落としの残りとかがないかもチェックしましょう。ちょっと取り逃しちゃったんですけれども、フルードを少しでも多く取りたい人、こちらに関しましては、ここのオイルパンだけでなくて、今外したばかりなんですけども、こちらのドレンボルトもですね、外すとさらにコップ1杯分ぐらいフルードが出てきます。少しでもね、入っていたフルードを抜きたい方なんかは、こちらから抜くのもありだと思います。さあ、それでは今度はこちらのオイルパンが乾燥しましたので、液体ガスケットを塗布したいと思います。はい、これで完成しました。これでですね、すぐにつけるのではなく、少し乾燥させてから取り付けたいと思います。その間にストレーナーを車体の方につけたいと思います。さあ、それでですね、ボルトに関してなんですけども、オイルパンのボルトは全部同じ長さなので、特に場所とか覚える必要ないんですが、ストレーナーに関しましてはこのようにボルトの長さが異なります。なので、ご自身の分かる範囲で結構です。どの位置にどのボルトが刺さってたかというのを覚えておいてください。これね、一見他の人が見たら分かんないかもしれないですけど、マーブラはこれで覚えてます。これでストレーナーをつけていきたいと思います。ストレーナーの方、取り付け完了しました。いよいよオイルパンをつけていきたいと思います。オイルパンをつける前にこの磁石を忘れずにつけましょう。この丸のポッチがあるところにつければ結構です。そして向きを確認してですね、取り付けたいと思います。最初ここの部分が引っかかりますので、こっち側から入れていくようにしましょう。はい、ついたらですね、すかさずボルトを仮締めしていきます。このステーも向きがありますので、向きを確認して取り付けます。よし。はい、完了しました。できれば手締めで締めてください。さあ、それでは、とりあえず下回り関係は全て終わりましたので、床の方を掃除して工具とか片付けて、それでですね、ジャッキダウンしてからフルードの方を補充したいと思います。さあ、それではフルードを補充するんですが、フルードの場所はこちらになります。この赤いゲージがフルードの注入口となります。これをストッパーを広げてゲージを引くとゲージが抜けます。これを引っ張り出します。そして私はこのアストロプロダクツで買った上号を、ホースをですね、適当な長さに切って使っています。このホースをゲージのところに
差し込みました。これで注入準備ができましたので、今回かなり抜いたので3リッターから入れてみたいと思います。それでは3リッター入れます。さあ、それでは3リッター注入したいと思います。すぐに入りきらないので、量が多くなってきたらストップしましょう。そしてまた減ってきたら補充しましょう。はい、入りました。これで上後を外します。できるだけ垂らさないようにしましょう。そしてゲージを拭った後に刺して、それでエンジンをかけます。そうしましたら、ATF のフルードはエンジンがかかっている状態でゲージの量を確認します。ただし、こちらのワゴン R とか AZ ワゴンの場合は、ATF のゲージの近くに電動ファンがありますので、エアコンとかかかってない状態にしといてください。それでも水温が上がったりとかすると、電動ファンが勝手に回ったりとかしますので、十分電動ファンに当たらないように気をつけてゲージを抜いてください。1度目拭います。はい、2度目拭いました。ここが下限となってまして、コールドの下限と上限、ホットの下限と上限となっております。現在この辺りとなってますので、今エンジン低温時なので、十分入ってるかなというような感じとなっております。これでかなりフルード抜いたので、あとはですね、エンジン回した時に内部の方に回ったりとかで若干減ると思いますので、これぐらいだったら妥当かなと思います。はい、ということで、無事に ATF のフルードの交換と ATF のストレーナーの交換が完了しました。量はですね、ちょうど3リッターほど抜けたようで3リッター補充しました。そしてこちらの作業は抜いて交換して普通に走ってるだけでも確かに変化っていうのは感じられます。ただし、マーブラの経験上ですと、以前のね、19万キロ走った白のタダモラワゴン R、こちらの車両の時はですね、街乗りだけでは確かに改善したんですけれども、駆動の伝達力、こちらに関しては高速走行とか峠道のワインディングなどで少し負荷をかけた状態、こういうところで走るとですね、やはり新しいフルードになるせいか、油圧がかかって配管内に詰まった鉄粉とかが除去できるんですかね。それが抜けるせいか、トルク感がものすごく増すんですね。それなので、街乗りだけだったら確かにシフトのタイミングとかがスムーズになるとかなんですけども、しっかりと何か体感したいような感じであるならば、ある程度負荷をかけた状態。それで乗るとですね、知らないうちにトルク感が増したりとか、そういう風になってきますので、トルク感が増すイコールですね、最終的にはアクセル踏む量なんかも減って燃費とかにも貢献できると思いますので、ぜひですね、もう10万キロ超えてる車両が非常に多いですので、ご自身がオーナーになってからでもやったことがないのなら、一度は洗浄してみてもいいんじゃないかなと思います。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。この動画がいいねと思ったら、高評価やね、応援のコメントなどいただけると嬉しい限りでございます。また、他の動画が気になる方は、チャンネル登録をぜひしていただければと思いますので、よろしくお願いします。またお会いしましょう。さよなら。